5。5日目。5日目。昨日マークしてさ、今さ俺先にちょっと切ったから、じゃあ今日は右側をまず完成だね。壁を。片方できたね。まだ下の方はできてないんだけど、まあいい感じじゃない。結構いい感じ。横もまあ合ってるしね、綺麗に。オッケーだね。それでじゃあ木にトレースしようか。上だけちょっとストンとまっすぐなんだよね。ここ、ちょっと適当に書いちゃう。いいよ。こんな感じね。いいんじゃない。じゃあこれにでしょうか。これに習ってきてったらいいんだな。はい。次はメインのフローリングを型取りか。この OSB 板の上にこの下に引いてある茶色のカラーボードを乗せるようにしたいから、とりあえず型を取ってまたこれ通りに切っていく。よし、この上に切った綺麗な板を入れていくんだな。そうそう。でその後にタイヤ周りの横の板を調整して入れていく。おお。あれ？ぴったり入った？そりゃそうでしょ。ぴったり入るけどさ、だって型に合わせて切ってんだから。そうか。できたね。ある程度できた。いいね。あとはちゃんと止めていくのと、あと穴開けないと。シートベルトとかのところね。椅子とかのボルトのところ。では根田の上にまず下板を引いていこうか。もうこれシリコンでいいよね。いいと思うけど、もうびちゃびちゃにしていっちゃうよ。Day 6、2日目。今日はまずこの断熱台を置いて、メインの板パネルを置いてかな。これとこれなんだけど、どうだ。これ結構ついてる。やっぱこっちの方がだいぶ強いな。ほら、こっちの方が。こっちでやるか。こんなもんでいいよね。この穴も開けた。シートベルトとかな。コーキングの上にカラーボードを乗せて、で今から端っこを打っていく。タッカーで打ちまくるよ。いいんじゃない。こんな感じでできたから、次は配線がだいたいできた。これにマイナス預けて、こっちプラス預けて、こうだな。もうあとはこれ放り込んどいたらいいから、あ、いいじゃん。で、仮の線をここにつないだら、光るね。で、2番目が LED がつく。つくね。間接照明の方がなんか落ち着く感じがするね。
なんか木かなんかで隠す？こういうのでさ。お、見えてるね。いやいや、ちゃんと埋めるけど、こんな感じでいいんじゃない？どう入る？どうだろう。あ、入るね。お、ぴったり。すげえ。すごいじゃん。これが止まれば OK なんだけど。あ、大丈夫だ。おお、いいね。だいぶ苦戦してるじゃん、横。タイヤハウスのこの丸い枠を取るのがすごい難しくて、ね、あとはめるのも難しいよね。はめるのが向こうは前が開いてるからスライドできるんだけど、後ろはスライドできないから、これをパカンって入れないといけないんだけど、このつなぎ目のところが薄いから割れちゃうんだよね。そう割れちゃうからちょっと難しい。もう隙間がどうしてもできちゃう、入れようと思うとね。あ、でもいいじゃん。ラストだね。ラストすごいじゃん。結構綺麗に入ってるもん。反対側すごいよ。あ、入った。おお、完成か？ほい、いい感じじゃない？おお、全部ついたじゃん。床もできて電気もつけたし、いいんだよ。これも大体できた。型があるからこれは簡単で、ここをトリマーでこうした。ちょっと良くない？いいね。カクってなるようにね、ここ丸めた。よし、後ろを止めてこう。ネジも黒くなったからこれで止めていくぞ。後ろ完成。さあ、こいつで型通りをしてやすったからペンキはこれ。あれいるかな？薄め液ね。熱いからね。でもないからいいか。結構いいね。いい感じの色だ。木目がちょっと綺麗に出るね。ベニヤのくせにね。しかもこれさ、カインズで安かったんだね。2000円とかだった。よーし、結構いいじゃん。だいたいできたじゃん。だいたいできたね。これね、つけたでしょ。でここがこういうスイッチなんだけど、でこれ今仮でこのバッテリーにつないでるんだけどね、線を裏から出してきて、この配線で。で今回この車はこれがまあ車のバッテリーだとしたら、運転してる時は車のバッテリーからこの天井のライトとかここを使えるようにしたいの。で止まったら自動でこのポータブル電源に切り替えたいの。自動でね。そうしないとさ、車止めた時に忘れてずっと車のバッテリー使っちゃってたらさ、エンジンかけれなくなってバッテリー上がっちゃうと困るから、自動でポタ電からの電源に切り替えたいのね。でさらにこれ今回ここで 200W ぐらいまで使えるようにしたいの。 FF ヒーターがまあどうだろう 40-50W なんだけど、最初始動の時の5分とかだと 100W 以上使うのね。でその他携帯の充電とかいろいろやると多分 200W 近くいくから、でそうなると車のバッテリーどっから電源取ろうかなと思ったら ACC からやっぱり取るの厳しいから、バッテリーから直接つながないとダメなんだ。でそうなるとバッテリーから直でつなぐと常に電気流れてバッテリー上がっちゃっても困るから、車のエンジンをかけた時だけ車のバッテリーから行くようにしたいから、っていうのでこういうね A モンの5極リレーっていうのを使おうかなと思って配線してみたんだけど、今これもうリレーにつながってんだけどね、でこれを車のバッテリーだと仮定して、でこれが車の鍵、鍵をオンオフと思ってね、で今はオフの状態につながってないから、でオンの時はここにピッとする。車がオフの時でも電気ついてるでしょ上で、ここ 13V 出てるじゃん。でこれはここ見ると 12W 流れてるでしょ、ポータブル電源が。だから今は車が止まってるからこの電源を使ってますよっていうことで、じゃあこれを車のキーをオンにします。そしたらこれがカチカチなるから、音がほらわかる？でなんか一瞬カチって光がカチカチなるじゃん。
でこれが車オンしたら、ポータブルバッテリーからは電源が供給されなくなる。その代わりに車のバッテリーから供給されるようになる。でそれをどうやって確認じゃあするかって言ったら、ここのアウトプットが今 12W 出てるでしょ。それが0になるから、見ててね。いくよ、カチッってなったら、はい、車のセルを回します。はい、0になったでしょ。だけど電気はついてると。っていうことは車のバッテリーから今は供給されてますと。ここの電気だから 12V しか、これちょっと弱ってるから 12V しか出てないんだけど、じゃあ車止めてエンジン切ります。そしたらここがまずカチッってなるから、リレーが。でこっちの電源に切り替わった、ポータブル電源に。で 12W 流れてて、ボルトも高くなったでしょ。そういうこと。この音がリレーの切り替え。便利だね。便利便利。でこれをちゃんと中に仕込んでいくわ。では実際にこのリレーを車につけていこうかな。まずは、ACC の電源を取って、それと車のボディアースしてマイナスをつなぐ。でこのリレーが動くようにすると。それをまずやる。ACC はもうヒューズボックスから取るのが一番簡単だから、ヒューズボックスから取って、で、マイナス側はもうどっかそこら辺のボディアースでいいから、なんか適当にネジ外してそこにつけようかな。車のヒューズボックスからこういう線が出てるのを使って、ヒューズから ACC を取り出す。で、ACC で動くやつだから、ルームライトとかはダメだから、それ以外。キーを回した時に動くやつ。何があるかな。ワイパー、リアワイパーとかいいかもな。で、ボンゴのヒューズボックスは運転席のこの下のところ。で、ヒューズボックスが出てくるでしょ。使えるのは、これリアワイパーだって。これでいいじゃん。こいつを差し込むと。こんな感じ。OK。これで ACC は取れた。このヒューズボックスからこの裏通して、ここだね。ここを通して、ずっと脇っちょを通して後ろに持っていくと。ここまで来たから、次はボディアース。ボディアースこれでいいね。今外したここで。リレーはこの中入れちゃうと、ちょっとエンジンの熱で多分厚さとかに弱そうだから、ここにしようかな。見えちゃうけど、ここで切っちゃえ。さあ次はバッテリーのプラスと、このリレーの黄色だったよね。黄色だね。こいつをプラスにつなぐ。で、リレーとつなぐ。けど、これもしこのボディにこのプラスの線が触れたらショートしちゃうから、危ないからまずマイナスを外そう。これでマイナス取れた。マイナス外したから、プラスも触って大丈夫。こいつが後ろのパネルから来てるんでね。で、このパネルが、まあ言ったら、伝送品のプラスとマイナスだから、このプラスをこのリレーの黄色に刺してやったらいいんだな。でこの黒はボディアースでいいから、ここだ。ここにつけてやったらよくて、であとはこっち、ここの線、ここのシガーから取ってる線がこれで、これの赤プラスをもう赤に刺さってて OK で、黒をこれまたボディアースだからここか。車のバッテリーを戻す。 OK。 これで一応つながったから、車のエンジンを回したらカチッってなるはず。やってみるか。切り替わってるね。とりあえずこれで完成。そうそう、あと1個やるとしたら、これのこいつ自体の充電だよな。充電をエンジンかかってる時は常にしてやるようにして、やるにはまたバッテリーから4極リレー使ってここに入れてやったらいいの。ここに入れてやったらいいのか。でエンジン切ったら充電もストップすると。それいいかもな。
house empty, I don't really wanna go to work. It is so sweet under the sun, I'm gonna take my time.